来週どこ行く？スキルウィーク3に備えて考えておきたいこと。ジャスパルと申します。さあ、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？今年はなるべく日曜日ギリギリにならないように動画をアップしていきたいと申したんですけれども、この低たらく頑張っていきますということで、イベント続きの年末年始を超えてようやく一息つけるとはならないのがポケモンスリープ。1週間準備の時間を挟むものの、再来週はツボツボが新登場となる連発スキルウィークボリューム3が参りますので、それに向けての準備だったり考えておきたいことをまとめていきたいなと思います。無課金初期勢パルはツボツボの性能に非常に興味がありますので、しっかりと準備して挑みたいなと思います。それでは参ります。ということで、まずは超ざっくりと連発スキルウィークボリューム3のおさらいをしておきたいと思います。まず、スキルのポケモンのスキル率 1.5 倍、スキルレベルプラス3。そして新登場ツボツボとスキルのポケモンたちがピックアップ。スキルのポケモンたちは特別なポケモンたちを除いた全てのスキル得意の種ポケモンたちになります。そして今年一発目のミニアメブーストってことで、スキル得意の強化とスキルポケモンピックアップとミニアメブースト、この3つがキャンペーンの柱となっています。それに加えて月曜日と火曜日はニュームーンデーが被りますので、色違い出現確率アップと満腹になりづらい効果にも期待できます。初日からツボツボがゲットしやすいかもしれませんね。ってことで、スキルウィークでやりたいこともざっくりこの3つになるかなと思います。スキルを活かして遊ぶ、ピックアップのポケモンをゲットする、ニュームーンデー、アメブーストする。これらについて深掘りしていきながら、どんなことができそうか考えつつ、それらをもとに最適なフィールドを決めていこうぜっていう感じでやっていこうと思います。ってことで、順番に考察していきましょう。まずはスキルを活かして遊ぶってことで、ニューイヤーの1周目とは異なり、スキル得意のポケモン限定ではあるんですが、スキル率 1.5 倍、スキルレベルプラス3なので、これを活かして様々な遊び方ができるかと思います。思いつくものをいろいろと並べてみましょう。他にもね、スキルの遊び方思いついた方はぜひコメントで教えていただけますと幸いです。1、シンプルなエナジー稼ぎ系。2、料理系。3、リソース系。4、お試し系。大別するとこんな感じになるでしょうか。ってことで、1、まずはシンプルにエナジーを稼ぐ系ですね。例えば、木の実バーストのポケモンを採用したり、エナジーチャージ系のポケモンを採用したり、もう分かりやすくエナジー稼ぎに貢献してもらうっていう遊び方が分かりやすいですよね。で、これらのポケモンを育てている方で、特に木の実バーストのポケモンたちは対応するフィールドにスキルウィーク本番で行くのかどうかっていうのも一つ考えてみてください。ツボツボに限って言うと、シアンのワシボンくらいになっちゃいますかね、対応フィールドが。で、シアンはね、めちゃくちゃエナジーを稼いでもリサーチの下振れが起こってしまうフィールドかなと思うので、そのあたりもどうでしょうとはいうところです。といったエナジー稼ぎ系でした。お次、料理系のスキル。鍋拡張であるとか、料理チャンス、食材ゲットセレクトその類ってことで、これらを活かしてレシピレベル上げをしようっていうのも良さそうですね。スキルウィークが終わるとすぐにデザート固定で料理エナジー 1.5 倍のバレンタインの雰囲気が漂い始めますので、例えばバレンタインでどこかのフィールドのマスター20を目指すんだみたいな目標がある場合にはレシピレベル上げておけると良さそうですよね。また、ホリデーでホリデー玉ざらしをゲットされた方も、またしてもね、スキルレベルマシマシで活躍してもらえたりとかしますので、ぜひともご検討ください。フィールド選びにはそこまで影響ないのかなとは思うんですけれども、レシピレベル上げ目的であれば、フィールドボーナスの高いフィールドの方が良さそうだよねって感じではありますかね。といった料理系のスキルでした。お次、リソース系。リソース系って言っても、夢のかけらゲットと強運しかないですかね。飴を集められるデリバードのプレゼントは、デリバードがスキルのポケモンではないですもんね。あとは、ニュームーンデーの満腹抑制機能を活かして、初日2日目とかですぐさまツボツボをゲットして、木の実ジュースを集めるとか、くらいでしょうかね。
まあいずれの場合にせよスキルでエナジーを稼ぐのが苦手な遊び方になるでしょうから、他にエナジーの稼げるポケモンがいるっていうフィールドに行ったりとか、例えば水曜日くらいまではエナジー稼ぎに注力して、週末はまったり厳選かけらゲットとか、そういう運用がいいんじゃないかなと思います。それこそね、シアンとかトープであればそこまでねエナジー稼ぎすぎてもあんまり意味がないみたいなところもあったりするので、うまくねバランス見てもらえたらなと思います。ミニアメブースト用のかけらはね、ちょっと死に物狂いで集めたいっていう場合はまたね、頑張っていただくしかないのかなというところではありますね。それもミニアメブーストがあるので、なしではない選択肢なんじゃないかなと思います。なおですね、ムシャーナだったりホリデー EV はスキルのポケモンではないので、そちらはご注意ください。彼らはね、また夢のかけらウィークを待ちましょう。あとはね、ホリデーでトゲデマルをゲットされた方なんかは、うまくいけばかけら稼ぎにも貢献してもらえるかもしれませんね。ほっぺスリスリ。特にスキル確率の高いマルノームだったりヤミラミを育成されている方は、横に添えてみるというのも面白いかもしれません。トゲデマルもね、あくまで元気エールが本体なんですけどね。ってことで、どちらかというと、そこまでエナジーを稼がなくてもいいフィールドだったり、厳選狙いのお供として検討してみてください。リソース系のスキルでした。最後はお試し系。これはスキルレベルプラス3を生かして、今まで使ったことのないスキルを使って遊んでみるっていうマジのお試し期間ですね。プラスマイナスだったり、それこそほっぺスリスリだったり、食材セレクトだったり、特にね、このあたりの最近追加されたスキルかつ、実際に使ってみないとなかなかメリットデメリットの見えてこないスキルもね、あると思うんですよ。食材セレクトもね、かなりこの食材だけに偏ったりとか使ってみてね、思うことあるかなと思うので、ぜひともね、試してみていただけたらなと思います。よく言えばね、スキルレベル6とか7で運用したいので、スキルウィークマジでスキルレベルプラス5とかになってくれませんかね。ね、言うてもね、メインスキルの種が貴重なゲームなので、ね、がっつりお試し期間やってもらえたら嬉しいんですけれども、運営さんいかがでしょうか。そんな感じで、お試しをするのにもそれなりに高いハードルはあるんですけれども、他にお試しができそうな機会もあんまりないかなと思うので、この機会もご検討ください。スキルのお試し系でした。ってことで、そんなスキルを活かして遊ぶ4つの選択肢、シンプルなエナジー稼ぎ系、料理系、リソース系、お試し系でした。他にも思いつくものあれば、ぜひ何でもコメントお待ちしております。さあ続いて、スキルウィークでやりたいこと2つ目は、ピックアップのポケモンをゲットするってことで、これが一番今回のキャンペーンにおいてはフィールド選びに影響のある項目となるんじゃないかなと思います。基本的にはツボツボを狙うのか、それ以外のポケモンを探すのかって感じになるかと思います。月曜日火曜日はニュームーンデーもあるので、まだエナジーのあんまり稼げていない序盤で満腹抑制機能がオンになるってところもなんとなく意識しておけるとベターかなと思います。で、スキルウィークの解説動画でもちょっこり全フィールド解説をしたんですが、その内容も踏まえて今回もざっくりおさらいしておくと、初心者でツボツボを狙うならシアン、トープが最初に候補に上がるかなと思います。ツボツボと一緒にキモリだったりワシボンだったり、ほぼ木の実のポケモンといっても差し支えない木の実アタッカーも厳選できるシアンがより初心者向けの雰囲気は感じるかなと思います。キモリもワシボンもね、人によってはこのニューイヤー1周目、飴 1.5 倍でごっつり飴が溜まったことと思うので、今のうちに素敵な出会いがあれば、特にね、キモリなんかはラピスラズリコハンに到達した時にはもういきなり無双してくれることと思います。で、トープ洞窟はヤミラミ、ゴクリン、リオルと夢のかけらゲットのポケモンが目白押しなので、そこは狙いに合わせて選んでみてください。そして、ウノハナ、ラピス、ゴールドにはツボツボの出現ありませんので、ウノハナであればパモとトゲデマルとか、ラピスラズリコハンであればラルトス、デデンネとか、ゴールドはツボツボこそ出てこないんですが、かなりバラエティ豊かなスキルのポケモンたちもいるので、そのあたりを狙っていくということになるかなと思います。で、アンバーはツボツボ、石住まいがピックアップになるので、フィールドボーナスの低さを鑑みてどうするのかというね、判断が求められるかなと思います。もしスキルウィーク本番でアンバーに行く場合は、ツボツボ自身がそれなりには眠気パワー消費の大きい寝顔になるだろうと思うので、厳選が目的なのであればエナジーが稼げるように来週はフィールドボーナス上げに行くとかもご検討ください。で、若草 EX に関しては
ツボツボの寝顔がそれこそばっこり強化されて、生半可なエナジーではピックアップがあったとしてもなかなか出現してくれない印象なので、本当にどっちりエナジーの稼げる方以外は厳選目的で行くのであれば、おそらくパックに封入されるであろうお香を使うなど、どちらかというとね、課金できる方向けになるんじゃないかなっていうイメージです。ってことで改めて、ツボツボの出現するフィールドは若草、シアン、トープ、アンバー、若草 EX の5フィールドとなります。来週はフィールドボーナス上げだったり、一応ね、日曜日にはニュームーンデーも被るので、そこも多少考慮してみてください。また、無課金初期税的には、ツボツボをゲットできる機会ってそれなりにあるんじゃないかっていう話もこの動画でしたりしたので、フィールド選びの何かしらの参考になればなと思います。この動画、ツボツボの出てくるフィールドに今後長いこと滞在するならチャンスは結構あるんじゃねっていう、当たり前のことを話してます。といったピックアップのポケモンをゲットするでした。そしてフィールド選びにこれまた若干の影響を及ぼすかもしれないのが最後、雨ブーストするですね。来週は雨ブーストするポケモンないしは雨を探しに行くっていうのも一つ考慮してもいいかもしれませんね。あとは夢のかけらも必要になります。そういったリソース稼ぎを来週ないしは再来週やるっていうのもご検討ください。前回の動画では雨ブーストするおすすめのポケモンは今のタイミングであればバレンタインを見据えてデザートを強化できるポケモンなんてどうだいっていう感じだったんですが、他にもね、皆さんのおすすめのポケモンだったり今育てたいポケモンがいればそちらもコメントで教えていただけますと幸いです。パルはね、今後アンバーにこもりがちになるだろうなと思っているので、アンバーで活躍できそうな海竜とかボーマンダとかを育てようかなと現時点では考えてます。そこも含めてね、ニューイヤー1周目では飴を集めるためにラピスとアンバーに行っていたんですが、ミニ竜飴0、タツベイ飴0となりました本当にね、他のポケモンたちがピックアップで睡眠タイプもウトウトを狙ってないとなるとこんなもんですフレンドさんからの飴でタツベイの飴ってかなり送っていただけてる印象があるので、狙えるんだったらミニ竜を探したり飴を集めるっていうのも悪くないかもしれませんね。このあたりはフレンドさんの進行度とかにもよるかなとは思います。という感じで飴ブーストもちょっと意識してみてください。新年一発目のミニ飴ブーストでした。OK。てな感じでスキルウィーク本番でやりたいスキルで遊ぶ、ピックアップのポケモンをゲットする、雨ブーストする、これらのことをなんとなく想像しながら来週のフィールドを決めていきましょう。スキルを活かして遊ぶに関しては来週のフィールド決めにはそこまで影響なさそうですかね。どちらかというとスキルウィーク本番でどこに行くかに多少影響あるかもなっていう感じだと思います。で、ピックアップのポケモンに関しては狙いがあるのであればそのフィールドのフィールドボーナスを上げに行ったりとか、ツボツボ以外のポケモンを狙っている場合には、じゃあむしろ来週ラピスに行きますと。で、そこで運よくデデンネ厳選終わりましたってなったら本番はツボツボ探しに行くかみたいなこともね、ごくわずか起こったりする可能性はあるので総合的に判断してみてください。もしね、お手伝いブーストダメをするとかであればそれらのポケモンと相性のいいフィールドに行くとかもありかなと思いますが、フィールドボーナス上げより優先されるのかどうかっていうのもまた一つ謎なので、そこもバランスでしょうかね。そしてその上で雨ブーストしたいポケモンが出てくるフィールドに行って厳選と雨集めをしたりとか、夢のかけらが稼げるフィールドに行ったりとか、雨ブーストに向けたリソース回収も人によっては考慮してみましょう。あとはもう本当にいつも通りかと思うんですが、スキルウィーク本番で特に料理系のスキルで遊びたい方は食材の準備をきっちりしておこうとか、鍋拡張やっておこうとか、そういった準備になるんじゃないかなと思います。パルはね、今週料理エナジー 1.25 倍でレシピレベル上げするぞって思って本当に最後までチョコたっぷりで料理をし続けまして、食材が空っぽなので来週はまったり食材集めメインでフィールドボーナス上げをしようかななどと考えております。今のところね、スキルウィーク本番ではアンバーに行こうかなとは思ってるんですが、私ね、来週フィールドボーナスを 5% 積んだとて 20% とかで本番を迎えることになるので、実はね、ツボツボ厳選をするのにはあんまり向いてなさそうだなとは思ってるんですよね。
で、来週もね、まったり食材集めをしていると、マスターさんにも行けなさそうだな、などと思いつつ、そのあたりなかなか悩ましいな、という状況ではあります。とはいえね、じゃあシアントープに行くかと言われると、そこもね、得意でもないんですよね、私が。かつ、アンバーのフィールドボーナスも上げられるうちに上げておかないと、ずっとね、フィールドボーナス低いからなーっていうことになりそうなので、とりあえず来週は、アンバーが硬いのかなというところです。なんとなくね、そろそろ新ポケモンの追加があっても、アンバーに出てこないっていうのをやってきてもおかしくなさそうだなとは思ってるんですけど、まあそうなったらそうなったでね、いつまで経ってもアンバーのフィールドボーナスが上がらなそうなので、やっぱりアンバーいけるうちにいっとこうかなって感じですね。ちなみにね、ゴールドが追加された時はそこから不安定、ミミッキュ、でホリデーでパモが追加されてから年始ワシボンドオーはゴールド出現のないポケモンだったんですよね。でラピスラズリコハンの時はデデンネ、キュアワーが来て、そこからロコンウは出現なしという感じで、今ねアンバーが来てからはミカルゲ、トゲデマル、ツボツボとフレンドポイント16ばっかり連続しているので、まあ、だからどうっていう話は何もないんですけどね、やっぱあれなんですかね、こう周年と新フィールドで無進化ポケモンを出しづらいみたいな流れが出来上がりつつあると思うので、それこそねフレンドポイント5の種ポケモンをそのタイミングで3体3体とか出さなきゃいけないとすると、それ以外のタイミングではフレンドポイント16のポケモンとかねじ込めるだけねじ込むという方針だったりとかするでしょうかね。まあちょっとね話脱線しましたけれども、要するにアンバーのフィールドボーナスを上げるタイミングを見失ったので、もうやれる時にコツコツやりますという話でした。まあタツベも石住まいもナックラーも結構雨ブーストしたい系のポケモンかなとは思うので、そういう意味でもアンバー悪くないんじゃないかなと思います。ってことで皆さんは来週はどこでどのように過ごされますでしょうか。コメント頂戴できますと幸いです。まあ本番はね言うても再来週なので、来週はどっこりと準備してまいりましょうといった来週どこ行くスキルウィーク3に備えて考えておきたいことでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援していただけますと、来週どこ行くが土曜日や金曜日にアップされる確率が高くなります本当にね皆様の応援に支えられておりますので、いつも高評価そしてご視聴本当にありがとうございます。助かってます。それではね、長かったホリデーからのイベント続きも一旦おしまいってことで、ぜひねドリームコインの交換忘れないうちに行ってください。というかね、もう動画閉じて交換してきちゃってください。あとはニューイヤーパックも無課金的にはねサブスキルの種を補充できる貴重な手段になるので、ダイヤを貯めてこられた方はご検討ください。お試しバンドル買ってないよっていう方はね、そちら買うとダイヤもついてくるはずなので、そちらと合わせてどうぞ。またアメウロボも本日までとなっておりますのでお忘れなくってことで、次回全フィールド解説予定でお会いいたしましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。